今日は熊野古道の中でもあまり人が来ないと聞いた道を歩くことにしましたが、有名な観光ルートとは違い、入り口に着いた時点ですでに周りはとても静かで、本当にここでやっているのか少し不安になるほどでした。道の始まりには大きな看板もなく、派手な案内もない代わりに、長い時間をかけて踏み固められた石や土が静かに続いていて、ここを多くの人が歩いてきた歴史を、声ではなく足元で感じるような気がしました。一歩足を踏み入れると、周囲はすぐに森に包まれ、空気がひんやりとして湿り気を帯び、深く息を吸うと土と木の匂いが胸いっぱいに広がります。歩き始めてしばらくは、自分の足音と呼吸の音だけがはっきり聞こえ、鳥の声や風の音は遠くにあって、この道では人が主役ではないのだという感覚が自然と生まれてきました。熊野古道は信仰の道として知られていますが、あまり人が来ない道を歩いていると、祈るという行為が特別な動作ではなく、ただ静かに歩き続けることそのものだったのではないかと思えてきます。道は決して歩きやすいとは言えず、石が不規則に並び、ところどころ苔で滑りやすくなっているため、足元をよく見ながら一歩ずつ進む必要がありますが、その慎重さが自然と気持ちを落ち着かせてくれました。時々、古い石段のような場所に出ると、誰がいつここを作ったのだろうかと考えながら、今もこうして使われていることに不思議な重みを感じます。周りを見渡しても人の姿は全くなく、聞こえるのは風が葉を揺らす音や、どこかで水が流れる音だけで、その静けさの中に長く身を置いていると、時間の感覚が少しずつ曖昧になっていきました。歩いていると、時々小さな祠や石が置かれている場所に出会い、説明が書いてあるわけでもありませんが、ここで立ち止まること自体が意味を持っているように感じられます。熊野古道を歩くというより、熊野古道に歩かされているような感覚になり、自分のペースで進んでいるはずなのに、この道の流れに自然と合わせていることに気づきました。普段の生活では、目的地や時間を意識して行動することが多いですが、この道では、どこまで行くかよりも、今どこを歩いているかの方が大切に感じられます。森の中は光が少なく、木々の間から差し込むわずかな明るさが道を照らしていて、その光を目印に歩くことで、自然の中に守られているような気持ちになりました。途中で立ち止まり、何もせずに周囲の音を聞いていると、自分がここにいること自体が自然の流れの一部になっているように感じられ、無理に何かを考えようとしなくてもいい時間が続きます。熊野古道のあまり人が来ない道には、観光地らしい楽しさはありませんが、その代わりに静かに自分と向き合う時間が歩く距離と同じくらい用意されているように思いました。歩き終わりが近づく頃には体に程よい疲れがありましたが、頭の中はとても静かで、日常で抱えていた細かい考えがいつの間にか遠くへ流れてしまったようでした。この道を歩いた時間は何かを得たというより、余分なものを手放した時間だったのかもしれません。熊野古道のあまり人が来ない道を歩く時間は、誰かに見せるための時間ではなく、自分の内側に静かに残る時間でした。また忙しくなった時には、
この森の静けさと足音だけが響いていた感覚を思い出しながら少し立ち止まってみようと思います。今日は少し早めに家を出て、電車に乗って奥多摩へ向かいましたが、同じ東京とは思えないほど景色が変わっていくのを車窓から眺めているだけで、すでに気持ちがゆっくりと切り替わっていくのを感じました。電車が都心を離れるにつれて、建物の数が少しずつ減り、代わりに山の輪郭や木の緑が目に入るようになり、まだ電車に乗っているだけなのに、もう別の場所に来たような感覚になります。駅に着いて外に出ると、空気がはっきり違っていて、深く息を吸った時に少し冷たくて湿った森の匂いが鼻に入ってきた瞬間、本当に東京なのだろうかと思ってしまいました。奥多摩の駅前はとても静かで、観光地のような賑やかさはなく、必要なものだけがあるという印象で、その落ち着いた雰囲気が、これから歩く森への入り口としてちょうどいいと感じました。歩き始めるとすぐに、川の音が遠くから聞こえてきて、その音を頼りに進んでいると、周りはすっかり森に包まれ、車の音や人の声はほとんど聞こえなくなりました。道はしっかりしていますが、観光用に整えられすぎている感じはなく、ところどころに石や落ち葉があり、足元を確認しながら歩くことで、自然の中に入っている実感が強くなります。木々の間を通り抜ける風は優しく、葉が擦れる音や鳥の声が重なり合って、まるで森全体が静かに呼吸しているように感じられました。しばらく歩いていると、スマートフォンを見る回数が自然と減っていることに気づき、時間を確認する必要がないほど、この森の中では自分のペースで歩くことが許されているように思います。東京で生活していると、常に何かに追われているような感覚がありますが、奥多摩の森の中では、急ぐ理由がどこにもなく、そのことがこんなにも気持ちを軽くしてくれるのかと驚きました。途中で立ち止まり、川の方を見下ろすと、透き通った水がゆっくりと流れていて、流れの速さや音を眺めているだけで、考え事が一つずつ頭から離れていきます。観光客らしい人も何人か見かけましたが、みんな静かに歩いていて、大きな声で話す人はいなく、この場所では自然に対して少し遠慮するような気持ちが生まれるのかもしれません。森の中を歩いていると、木の太さや苔のつき方、地面の柔らかさなど、普段は気にしないことに自然と目が向き、五感がゆっくりと目を覚ましていく感覚があります。しばらく進んで少し空けた場所に出ると、木々の間から光が差し込み、その光の中に立っているだけで、自分がとても小さな存在になったように感じられました。奥多摩の森は、特別に何かを見せようとするわけではなく、ただそこにあるだけですが、そのただあるという状態が、今の自分にはとても心地よく思えました。東京という大きな都市の中に、こうした静かな場所が残っていることは少し不思議で、同時にとてもありがたいことだと感じます。歩き終えて駅へ戻る頃には、体は少し疲れていましたが、頭の中は驚くほど静かで、何も考えなくてもいい状態になっていました。電車に乗ってまた街へ戻るとき、あの森が本当に同じ東京にあったのか少し信じられない気持ちになりますが、それでも確かに、今日は奥多摩の森を歩いてきたという感覚が体に残っています。
奥多摩で東京とは思えない森を歩いた一日は、遠くへ行かなくてもちゃんと心を休ませることができるのだと教えてくれました。また疲れた時には、この森の静けさを思い出しながら、ゆっくり呼吸をしてみようと思います。今日は少し早めに出発して南伊豆へ向かいましたが、電車やバスを乗り継ぎながら窓の外を眺めていると、だんだんと建物が少なくなり、代わりに山の形や海の色が目に入るようになってきて、まだ歩き始めていないのに、すでに日常から少し離れた場所へ来たような気分になりました。南伊豆に着くと、空気が柔らかく、潮の匂いと草の匂いが混ざったような独特の香りがあり、その匂いを感じただけで、今日はゆっくり歩く一日になるだろうと自然に思えました。ハイキングコースの入り口へ向かう道はとても静かで、観光地によくある賑やかさはなく、ここに来る人は景色を見に来るというより、歩く時間そのものを楽しみに来ているように感じられます。歩き始めるとすぐに足元は土と石の道になり、舗装された道とは違って、一歩一歩に注意が必要になりますが、その分、体と意識がしっかり今の場所に向いていくのがわかります。少し登ったところで振り返ると、山の間から海が見え始め、青い水面と白い波が遠くに広がっていて、山の中を歩いているはずなのに、同時に海を感じられるという不思議な景色に、思わず足を止めてしまいました。南伊豆のハイキングが特別だと感じるのは、このように少し歩くだけで視界が大きく変わり、山の静けさと海の広がりを同時に味わえるところにあるのだと思います。道を進むにつれて、風の音や鳥の声に混ざって、遠くから波の音がかすかに聞こえてきて、その音が海は近いと静かに教えてくれているようでした。山の斜面には低い木や草が多く、葉の間から差し込む光が地面に落ちて、歩くたびに影の形が変わっていくのを見ていると、時間がゆっくり流れているように感じられます。時々道が開ける場所に出ると、目の前に海が大きく広がり、青と緑の色がはっきりと分かれて見え、その景色を前にすると、言葉が少なくなり、ただ見ているだけで十分だと思えてきました。普段の生活では、何かを見てもすぐに写真を撮ったり、誰かに伝えたくなったりしますが、この場所では、その必要をあまり感じず、景色を自分の中にそのまま置いておきたいという気持ちになります。歩いている途中、他の人とすれ違うこともありますが、みんな静かに挨拶を交わすだけで、それ以上の会話はなく、その距離感がこの場所の空気にとても合っているように感じました。少し汗をかきながら登り続けると、息が自然と深くなり、体がしっかり動いていることを実感しますが、苦しさよりも心地よさの方が大きく、歩くことそのものが目的になっていきます。高い場所に出ると、山の上から海を見下ろす形になり、風波が動いているのがはっきり見えて、山と海がこんなにも近くに共に存在している場所は、そう多くないのではないかと思いました。しばらく立ち止まって景色を眺めていると、風が強くなったり弱くなったりするのがわかり、その変化も含めて、この自然の中に自分がいるという感覚が強くなっていきます。南伊豆のハイキングは、ゴールを目指すというより、途中の時間を味わうことに意味があり、
どこで立ち止まっても、それぞれ違った表情の景色が迎えてくれます。歩き終えて下りに入る頃には、体に程よい疲れがあり、頭の中は驚くほど静かになっていて、日常の中で考えていた細かいことが、随分遠くへ行ってしまったように感じられました。海と山を同時に見ながら歩いたこの時間は、遠くへ旅行をしなくても、自然の大きさをしっかり感じられる場所が日本にはまだたくさんあるのだと、改めて教えてくれました。南伊豆で、海と山が同時に見えるハイキングは、体を動かすための時間であると同時に、気持ちを静かに整える時間でもありました。また日常に戻っても、あの青い海と緑の山を思い出しながら少しゆっくり歩いてみようと思います。今日は四国の山の奥にある祖谷という場所を訪れましたが、ここに来るまでの道のりだけでも、普段自分が知っている日本とは少し違う世界に入っていくような感覚があり、車やバスで山道を進むたびに、景色がどんどん深くなっていくのを感じました。大きな町を離れてからは、信号も店も少なくなり、窓の外には山と谷が続いていて、人の生活よりも自然の存在の方がはっきりと目に入るようになり、ここで暮らすということがどういうことなのかを考えさせられます。祖谷について外に出ると、空気がひんやりとしていて、川の音が遠くからずっと聞こえており、その音がこの場所では自然が常に近くにあることを静かに教えてくれているようでした。集落を歩いてみると、家と家の間が広く、周りには畑や山が広がっていて、急いで移動する必要がない空気が自然と流れているのを感じます。祖谷では平らな土地がほとんどなく、家は斜面に沿って建てられていて、どうしてこんな場所に人が住むようになったのだろうと不思議に思いながら歩いていると、日本の中にもこんなに厳しい環境で生活が続いてきた場所があるのだと実感しました。細い道を進んでいくと、谷の下を流れる川が見え、その高さに少し足がすくむような感覚もありますが、同時に、この谷が長い時間をかけて作られてきたことを思うと、自然の力の大きさに圧倒されます。観光地として有名な場所もありますが、少し道を外れるだけで、人の気配がほとんどなくなり、風の音や木の葉が揺れる音だけが聞こえてくる時間が続きます。歩いていると、畑で作業をしている人とすれ違うことがあり、短い挨拶を交わすだけでも、その距離の近さや素朴さが、この山里の暮らしをよく表しているように感じました。祖谷の山里では、便利さよりも自然とどう向き合いながら生きていくかが大切にされてきたのだろうと思い、今の自分の生活と比べると、時間の使い方や考え方が全く違うように思えます。山の中を歩いていると、携帯電話の電波が弱くなり、連絡が取りにくくなる場面もありますが、不便だと感じるよりも、外とのつながりが少し切れることで、目の前の景色に集中できる時間が生まれました。川の近くまで降りてみると、水はとても澄んでいて、流れの速さや音の大きさから、この川が生活と密接に関わってきたことが伝わってきます。祖谷では、自然が美しいというだけではなく、自然が生活そのものの一部であり、ここで暮らす人たちは、その厳しさも含めて受け入れてきたのだろうと感じました。歩きながら、もし自分がここで暮らすことになったら、毎日の移動や仕事、
食事の準備など、今とは全く違うリズムになるだろうと想像しましたが、その生活には、今の生活にはない強さや落ち着きがあるようにも思えます。祖谷の山里には、派手な観光の仕掛けは少なく、写真に残るような大きな見どころが続くわけでもありませんが、その代わりに歩くたびに静かな発見があります。山の斜面に立つ家を見上げたり、遠くの谷を眺めたりしながら、ここで長い時間を生きてきた人たちの生活を想像すると、日本という国の中に、まだ自分が知らない世界がたくさんあることを改めて感じました。夕方になり、山の影が少しずつ長くなってくると、空気がさらに静かになり、一日の終わりがゆっくり近づいてくるのがわかります。祖谷で過ごした時間は、観光をしたというより、日本の本当の山里に少しだけ触れさせてもらったような感覚で、心の中に静かに残りました。四国祖谷で、日本の本当の山里を知った一日は、便利さとは違う価値が確かにここにあることを教えてくれました。また日常に戻っても、この山の静けさと深さを思い出しながら、物事を少しゆっくり考えてみようと思います。今日は岐阜の山あいにある森へ向かいましたが、有名な観光地や名前の知られた滝を目指すわけではなく、ただ地図を見ながらこの辺りに水の流れがありそうだな、と思った場所を歩いてみる少し曖昧で静かな一日を過ごすつもりでした。朝のうちに森の入り口に着くと、周りには人の気配がほとんどなく、駐車場も小さくて、ここが本当に誰かに使われている場所なのか少し不安になるほどでしたが、その静けさが今日の目的にはちょうどいいように感じました。歩き始めると、足元は落ち葉と土で柔らかく、舗装された道とは違って一歩一歩の感触がはっきりと伝わり、森の中に入ったという実感がすぐに体に広がっていきます。木々の間を進むにつれて、光は少しずつ弱くなり、葉の隙間から落ちてくる明るさだけが道を照らしていて、その中を歩いていると、時間がゆっくり伸びていくような感覚になります。しばらくすると、遠くからかすかに水の音が聞こえ始め、その音が近づいたり遠ざかったりするたびに、自然と歩く方向を調整しながら、音を頼りに森の奥へと進んでいきました。地図には詳しい道が書かれていない場所なので、正解がわからないまま歩いていましたが、迷っているという不安よりも、この先に何があるのだろうという気持ちの方が大きく、その感覚が足を前に出させてくれます。森の中では、スマートフォンの画面を見る回数も自然と減り、代わりに耳や目が周囲の変化を拾うようになり、風の音や木の揺れ、水の気配に意識が向いていきました。少し坂を下ったところで、水の音が急にはっきり聞こえるようになり、視界の奥に白いものが見えた瞬間、あ、滝だと声に出さなくても体が反応しました。近づいてみると、そこには地図にも名前が書かれていない小さな滝があり、高さはそれほどでもありませんが、岩の間を流れ落ちる水はとてもきれいで、その場に立っているだけで、周りの空気がひんやりとしているのを感じます。観光地の滝のように展望台があるわけでもなく、説明の看板もなく、ただ水が流れているだけの場所でしたが、その何もない感じが、この滝を特別なものにしているように思えました。滝の前に立ち止まり、
水の音を聞いていると、その音が一定ではなく、強くなったり弱くなったりしながら、森全体に広がっていくのがわかり、そのリズムに呼吸が自然と合っていきます。ここには他に誰もおらず、この滝を見ているのは今この瞬間の自分だけなのだと思うと、不思議な静けさと同時に少しだけ贅沢な気持ちにもなりました。名前を知らない滝だからこそ、事前のイメージもなく、比べるものもなく、ただ目の前の景色をそのまま受け取ることができているのだと感じました。しばらくその場に座って、水しぶきや風を感じながら過ごしていると、日常の中で抱えていた細かい考えが、一つずつほどけていくようで、何も考えなくてもいい時間が続きました。滝を離れて森を戻るときも、来た道を急ぐ気にはならず、また水の音が少しずつ遠くなっていくのを聞きながら、ゆっくりと足を進めました。歩き終えて森の出口が見えたとき、今日一日で何か大きな出来事があったわけではありませんが、確かにここに来てよかったと思える感覚が静かに残っていました。岐阜の森で名前も知らない滝に出会った一日は、有名な場所に行かなくても、心に残る時間はちゃんと見つかるのだと教えてくれました。またいつか、名前を知らない場所を歩きながら、自分だけの景色に出会いに行きたいと思います。今日は屋久島でハイキングをすることにしましたが、朝から小さな雨が降っていて、空は明るいのに太陽は見えず、この島らしい天気だなと思いながら、雨具を着てゆっくり森の中へ入っていきました。屋久島では雨が特別なものではなく、むしろ自然の一部として当たり前に存在していて、出発前から今日は濡れるだろうなと分かっていたので、不思議と天気に対する不安はあまりありませんでした。森に足を踏み入れると、すぐに空気が変わり、湿った土の匂いや木の香りが混ざった深い匂いが広がって、雨が降っていることで、この森がより強く生きているように感じられました。土はしっかりありますが、地面は濡れていて、苔がついた石や木の根が滑りやすくなっているため、自然と歩くスピードは遅くなり、一歩一歩を確かめるように進むことになります。雨粒が葉に当たる音や、水が地面に落ちる音が重なり合って、森の中はとても静かなのに、完全な無音ではなく、常に優しい音に包まれているような感覚でした。屋久島の森はとても深く、木の高さや太さが圧倒的で、その中を歩いていると、自分が自然の中の小さな存在であることを強く意識させられます。しばらく歩くと、霧のような白い空気が木々の間に広がり、遠くの景色ははっきり見えませんが、その分、足元や目の前の景色に集中することができました。雨に濡れた葉は色が濃くなり、苔はいつも以上に生き生きとして見えて、晴れている日よりも、森の表情がはっきりと感じられるように思います。歩いている途中、沢を渡る場所に出ると、水の量が多く、流れの音がはっきり聞こえてきて、雨が森全体を動かしていることがよくわかりました。屋久島では、雨はただ降っているだけではなく、森を育て、川を作り、苔や木を支える大切な役割を持っているのだと、体で感じることができます。少し休憩をするために立ち止まると、雨音が一層はっきりと聞こえ、
自分の呼吸や心臓の音まで意識に入ってきて、時間がゆっくりと流れているように感じました。普段の生活では、雨は外に出るのをためらう理由になることが多いですが、屋久島では雨があるからこそ、この森がここまで豊かになっているのだと思うと、その考え方の違いがとても印象に残りました。ハイキングの途中ですれ違う人たちも、特別に話をするわけではありませんが、軽く挨拶を交わすだけで、その短いやりとりが、この静かな空間によく合っているように感じられました。雨の中を歩き続けると、服や靴は少しずつ濡れてきますが、不快というよりも、自然の中に溶け込んでいくような感覚があり、だんだんと濡れていること自体を気にしなくなっていきます。森の奥へ進むにつれて、観光地らしい雰囲気は消え、ただ森と水と自分だけがそこにあるような時間が続き、その静けさが心の中まで広がっていきました。歩き終わりに近づく頃には、体には程よい疲れがありましたが、頭の中はとても静かで、日常の中で考えていた細かいことが、いつの間にか遠くへ行ってしまったように感じられました。屋久島で雨と森に包まれるハイキングは、天気が悪い日の体験ではなく、この島の本当の姿に近づく時間だったのだと思います。また忙しい日常に戻っても、あの雨音と深い緑を思い出しながら少し立ち止まって呼吸をしてみようと思います。今日は熊野古道の中でもあまり人が来ないと聞いた道を歩くことにしましたが、有名な観光ルートとは違い、入り口に着いた時点ですでに周りはとても静かで、本当にここでやっているのか少し不安になるほどでした。道の始まりには大きな看板もなく、派手な案内もない代わりに、長い時間をかけて踏み固められた石や土が静かに続いていて、ここを多くの人が歩いてきた歴史を、声ではなく足元で感じるような気がしました。一歩足を踏み入れると、周囲はすぐに森に包まれ、空気がひんやりとして湿り気を帯び、深く息を吸うと土と木の匂いが胸いっぱいに広がります。歩き始めてしばらくは、自分の足音と呼吸の音だけがはっきり聞こえ、鳥の声や風の音は遠くにあって、この道では人が主役ではないのだという感覚が自然と生まれてきました。熊野古道は信仰の道として知られていますが、あまり人が来ない道を歩いていると、祈るという行為が特別な動作ではなく、ただ静かに歩き続けることそのものだったのではないかと思えてきます。道は決して歩きやすいとは言えず、石が不規則に並び、ところどころ苔で滑りやすくなっているため、足元をよく見ながら一歩ずつ進む必要がありますが、その慎重さが自然と気持ちを落ち着かせてくれました。時々、古い石段のような場所に出ると、誰がいつここを作ったのだろうかと考えながら、今もこうして使われていることに不思議な重みを感じます。周りを見渡しても人の姿は全くなく、聞こえるのは風が葉を揺らす音や、どこかで水が流れる音だけで、その静けさの中に長く身を置いていると、時間の感覚が少しずつ曖昧になっていきました。歩いていると、時々小さな祠や石が置かれている場所に出会い、説明が書いてあるわけでもありませんが、ここで立ち止まること自体が意味を持っているように感じられます。熊野古道を歩くというより、
熊野古道に歩かされているような感覚になり、自分のペースで進んでいるはずなのに、この道の流れに自然と合わせていることに気づきました。普段の生活では、目的地や時間を意識して行動することが多いですが、この道では、どこまで行くかよりも、今どこを歩いているかの方が大切に感じられます。森の中は光が少なく、木々の間から差し込むわずかな明るさが道を照らしていて、その光を目印に歩くことで、自然の中に守られているような気持ちになりました。途中で立ち止まり、何もせずに周囲の音を聞いていると、自分がここにいること自体が自然の流れの一部になっているように感じられ、無理に何かを考えようとしなくてもいい時間が続きます。熊野古道のあまり人が来ない道には、観光地らしい楽しさはありませんが、その代わりに静かに自分と向き合う時間が歩く距離と同じくらい用意されているように思いました。歩き終わりが近づく頃には体に程よい疲れがありましたが、頭の中はとても静かで、日常で抱えていた細かい考えがいつの間にか遠くへ流れてしまったようでした。この道を歩いた時間は何かを得たというより、余分なものを手放した時間だったのかもしれません。熊野古道のあまり人が来ない道を歩く時間は、誰かに見せるための時間ではなく、自分の内側に静かに残る時間でした。また忙しくなった時には、この森の静けさと足音だけが響いていた感覚を思い出しながら少し立ち止まってみようと思います。今日は少し早めに家を出て、電車に乗って奥多摩へ向かいましたが、同じ東京とは思えないほど景色が変わっていくのを車窓から眺めているだけで、すでに気持ちがゆっくりと切り替わっていくのを感じました。電車が都心を離れるにつれて、建物の数が少しずつ減り、代わりに山の輪郭や木の緑が目に入るようになり、まだ電車に乗っているだけなのに、もう別の場所に来たような感覚になります。駅に着いて外に出ると、空気がはっきり違っていて、深く息を吸った時に少し冷たくて湿った森の匂いが鼻に入ってきた瞬間、本当に東京なのだろうかと思ってしまいました。奥多摩の駅前はとても静かで、観光地のような賑やかさはなく、必要なものだけがあるという印象で、その落ち着いた雰囲気が、これから歩く森への入り口としてちょうどいいと感じました。歩き始めるとすぐに、川の音が遠くから聞こえてきて、その音を頼りに進んでいると、周りはすっかり森に包まれ、車の音や人の声はほとんど聞こえなくなりました。道はしっかりしていますが、観光用に整えられすぎている感じはなく、ところどころに石や落ち葉があり、足元を確認しながら歩くことで、自然の中に入っている実感が強くなります。木々の間を通り抜ける風は優しく、葉が擦れる音や鳥の声が重なり合って、まるで森全体が静かに呼吸しているように感じられました。しばらく歩いていると、スマートフォンを見る回数が自然と減っていることに気づき、時間を確認する必要がないほど、この森の中では自分のペースで歩くことが許されているように思います。東京で生活していると、常に何かに追われているような感覚がありますが、奥多摩の森の中では、急ぐ理由がどこにもなく、そのことがこんなにも気持ちを軽くしてくれるのかと驚きました。
途中で立ち止まり、川の方を見下ろすと、透き通った水がゆっくりと流れていて、流れの速さや音を眺めているだけで、考え事が一つずつ頭から離れていきます。観光客らしい人も何人か見かけましたが、みんな静かに歩いていて、大きな声で話す人はいなく、この場所では自然に対して少し遠慮するような気持ちが生まれるのかもしれません。森の中を歩いていると、木の太さや苔のつき方、地面の柔らかさなど、普段は気にしないことに自然と目が向き、五感がゆっくりと目を覚ましていく感覚があります。しばらく進んで少し開けた場所に出ると、木々の間から光が差し込み、その光の中に立っているだけで、自分がとても小さな存在になったように感じられました。奥多摩の森は、特別に何かを見せようとするわけではなく、ただそこにあるだけですが、そのただあるという状態が、今の自分にはとても心地よく思えました。東京という大きな都市の中に、こうした静かな場所が残っていることは少し不思議で、同時にとてもありがたいことだと感じます。歩き終えて駅へ戻る頃には、体は少し疲れていましたが、頭の中は驚くほど静かで、何も考えなくてもいい状態になっていました。電車に乗ってまた町へ戻るとき、あの森が本当に同じ東京にあったのか少し信じられない気持ちになりますが、それでも確かに今日は奥多摩の森を歩いてきたという感覚が体に残っています。奥多摩で東京とは思えない森を歩いた一日は、遠くへ行かなくてもちゃんと心を休ませることができるのだと教えてくれました。また疲れた時には、この森の静けさを思い出しながら、ゆっくり呼吸をしてみようと思います。今日は少し早めに出発して南伊豆へ向かいましたが、電車やバスを乗り継ぎながら窓の外を眺めていると、だんだんと建物が少なくなり、代わりに山の形や海の色が目に入るようになってきて、まだ歩き始めていないのに、すでに日常から少し離れた場所へ来たような気分になりました。南伊豆に着くと、空気が柔らかく、潮の匂いと草の匂いが混ざったような独特の香りがあり、その匂いを感じただけで、今日はゆっくり歩く一日になるだろうと自然に思えました。ハイキングコースの入り口へ向かう道はとても静かで、観光地によくある賑やかさはなく、ここに来る人は景色を見に来るというより、歩く時間そのものを楽しみに来ているように感じられます。歩き始めるとすぐに足元は土と石の道になり、舗装された道とは違って、一歩一歩に注意が必要になりますが、その分、体と意識がしっかり今の場所に向いていくのがわかります。少し登ったところで振り返ると、山の間から海が見え始め、青い水面と白い波が遠くに広がっていて、山の中を歩いているはずなのに、同時に海を感じられるという不思議な景色に、思わず足を止めてしまいました。南伊豆のハイキングが特別だと感じるのは、このように少し歩くだけで視界が大きく変わり、山の静けさと海の広がりを同時に味わえるところにあるのだと思います。道を進むにつれて、風の音や鳥の声に混ざって、遠くから波の音がかすかに聞こえてきて、その音が海は近いと静かに教えてくれているようでした。山の斜面には低い木や草が多く、葉の間から差し込む光が地面に落ちて、歩くたびに影の形が変わっていくのを見ていると、
時間がゆっくり流れているように感じられます。時々道が開ける場所に出ると、目の前に海が大きく広がり、青と緑の色がはっきりと分かれて見え、その景色を前にすると、言葉が少なくなり、ただ見ているだけで十分だと思えてきました。普段の生活では、何かを見てもすぐに写真を撮ったり、誰かに伝えたくなったりしますが、この場所ではその必要をあまり感じず、景色を自分の中にそのまま置いておきたいという気持ちになります。歩いている途中、他の人とすれ違うこともありますが、みんな静かに挨拶を交わすだけで、それ以上の会話はなく、その距離感がこの場所の空気にとても合っているように感じました。少し汗をかきながら登り続けると、息が自然と深くなり、体がしっかり動いていることを実感しますが、苦しさよりも心地よさの方が大きく、歩くことそのものが目的になっていきます。高い場所に出ると、山の上から海を見下ろす形になり、風で波が動いているのがはっきり見えて、山と海がこんなにも近くに共に存在している場所は、そう多くないのではないかと思いました。しばらく立ち止まって景色を眺めていると、風が強くなったり弱くなったりするのがわかり、その変化も含めて、この自然の中に自分がいるという感覚が強くなっていきます。南伊豆のハイキングは、ゴールを目指すというより、途中の時間を味わうことに意味があり、どこで立ち止まっても、それぞれ違った表情の景色が迎えてくれます。歩き終えて下りに入る頃には、体に程よい疲れがあり、頭の中は驚くほど静かになっていて、日常の中で考えていた細かいことが、随分遠くへ行ってしまったように感じられました。海と山を同時に見ながら歩いたこの時間は、遠くへ旅行をしなくても、自然の大きさをしっかり感じられる場所が日本にはまだたくさんあるのだと、改めて教えてくれました。南伊豆で海と山が同時に見えるハイキングは、体を動かすための時間であると同時に、気持ちを静かに整える時間でもありました。また日常に戻っても、あの青い海と緑の山を思い出しながら少しゆっくり歩いてみようと思います。今日は四国の山の奥にある祖谷という場所を訪れましたが、ここに来るまでの道のりだけでも、普段自分が知っている日本とは少し違う世界に入っていくような感覚があり、車やバスで山道を進むたびに、景色がどんどん深くなっていくのを感じました。大きな町を離れてからは、信号も店も少なくなり、窓の外には山と谷が続いていて、人の生活よりも自然の存在の方がはっきりと目に入るようになり、ここで暮らすということがどういうことなのかを考えさせられます。祖谷について外に出ると、空気がひんやりとしていて、川の音が遠くからずっと聞こえており、その音がこの場所では自然が常に近くにあることを静かに教えてくれているようでした。集落を歩いてみると、家と家の間が広く、周りには畑や山が広がっていて、急いで移動する必要がない空気が自然と流れているのを感じます。祖谷では平らな土地がほとんどなく、家は斜面に沿って建てられていて、どうしてこんな場所に人が住むようになったのだろうと不思議に思いながら歩いていると、日本の中にもこんなに厳しい環境で生活が続いてきた場所があるのだと実感しました。細い道を進んでいくと、谷の下を流れる川が見え、
その高さに少し足がすくむような感覚もありますが、同時に、この谷が長い時間をかけて作られてきたことを思うと、自然の力の大きさに圧倒されます。観光地として有名な場所もありますが、少し道を外れるだけで、人の気配がほとんどなくなり、風の音や木の葉が揺れる音だけが聞こえてくる時間が続きます。歩いていると、畑で作業をしている人とすれ違うことがあり、短い挨拶を交わすだけでも、その距離の近さや素朴さが、この山里の暮らしをよく表しているように感じました。祖谷の山里では、便利さよりも自然とどう向き合いながら生きていくかが大切にされてきたのだろうと思い、今の自分の生活と比べると、時間の使い方や考え方が全く違うように思えます。山の中を歩いていると、携帯電話の電波が弱くなり、連絡が取りにくくなる場面もありますが、不便だと感じるよりも、外とのつながりが少し切れることで、目の前の景色に集中できる時間が生まれました。川の近くまで降りてみると、水はとても澄んでいて、流れの速さや音の大きさから、この川が生活と密接に関わってきたことが伝わってきます。祖谷では、自然が美しいというだけではなく、自然が生活そのものの一部であり、ここで暮らす人たちは、その厳しさも含めて受け入れてきたのだろうと感じました。歩きながら、もし自分がここで暮らすことになったら、毎日の移動や仕事、食事の準備など、今とは全く違うリズムになるだろうと想像しましたが、その生活には、今の生活にはない強さや落ち着きがあるようにも思えます。祖谷の山里には派手な観光の仕掛けは少なく、写真に残るような大きな見どころが続くわけでもありませんが、その代わりに歩くたびに静かな発見があります。山の斜面に立つ家を見上げたり、遠くの谷を眺めたりしながら、ここで長い時間を生きてきた人たちの生活を想像すると、日本という国の中にまだ自分が知らない世界がたくさんあることを改めて感じました。夕方になり、山の影が少しずつ長くなってくると、空気がさらに静かになり、一日の終わりがゆっくり近づいてくるのがわかります。祖谷で過ごした時間は、観光をしたというより、日本の本当の山里に少しだけ触れさせてもらったような感覚で、心の中に静かに残りました。四国祖谷で、日本の本当の山里を知った一日は、便利さとは違う価値が、確かにここにあることを教えてくれました。また日常に戻っても、この山の静けさと深さを思い出しながら、物事を少しゆっくり考えてみようと思います。今日は岐阜の山あいにある森へ向かいましたが、有名な観光地や名前の知られた滝を目指すわけではなく、ただ地図を見ながらこの辺りに水の流れがありそうだな、と思った場所を歩いてみる少し曖昧で静かな一日を過ごすつもりでした。朝のうちに森の入り口に着くと、周りには人の気配がほとんどなく、駐車場も小さくて、ここが本当に誰かに使われている場所なのか少し不安になるほどでしたが、その静けさが今日の目的にはちょうどいいように感じました。歩き始めると、足元は落ち葉と土で柔らかく、舗装された道とは違って一歩一歩の感触がはっきりと伝わり、森の中に入ったという実感がすぐに体に広がっていきます。木々の間を進むにつれて、光は少しずつ弱くなり、
葉の隙間から落ちてくる明るさだけが道を照らしていて、その中を歩いていると、時間がゆっくり伸びていくような感覚になります。しばらくすると、遠くからかすかに水の音が聞こえ始め、その音が近づいたり遠ざかったりするたびに、自然と歩く方向を調整しながら、音を頼りに森の奥へと進んでいきました。地図には詳しい道が書かれていない場所なので、正解がわからないまま歩いていましたが、迷っているという不安よりも、この先に何があるのだろうという気持ちの方が大きく、その感覚が足を前に出させてくれます。森の中では、スマートフォンの画面を見る回数も自然と減り、代わりに耳や目が周囲の変化を拾うようになり、風の音や木の揺れ、水の気配に意識が向いていきました。少し坂を下ったところで、水の音が急にはっきり聞こえるようになり、視界の奥に白いものが見えた瞬間、あ、滝だと声に出さなくても体が反応しました。近づいてみると、そこには地図にも名前が書かれていない小さな滝があり、高さはそれほどでもありませんが、岩の間を流れ落ちる水はとてもきれいで、その場に立っているだけで、周りの空気がひんやりとしているのを感じます。観光地の滝のように展望台があるわけでもなく、説明の看板もなく、ただ水が流れているだけの場所でしたが、その何もない感じが、この滝を特別なものにしているように思えました。滝の前に立ち止まり、水の音を聞いていると、その音が一定ではなく、強くなったり弱くなったりしながら、森全体に広がっていくのがわかり、そのリズムに呼吸が自然と合っていきます。ここには他に誰もおらず、この滝を見ているのは今この瞬間の自分だけなのだと思うと、不思議な静けさと同時に少しだけ贅沢な気持ちにもなりました。名前を知らない滝だからこそ、事前のイメージもなく、比べるものもなく、ただ目の前の景色をそのまま受け取ることができているのだと感じました。しばらくその場に座って、水しぶきや風を感じながら過ごしていると、日常の中で抱えていた細かい考えが、一つずつほどけていくようで、何も考えなくてもいい時間が続きました。滝を離れて森を戻るときも、来た道を急ぐ気にはならず、また水の音が少しずつ遠くなっていくのを聞きながら、ゆっくりと足を進めました。歩き終えて森の出口が見えたとき、今日一日で何か大きな出来事があったわけではありませんが、確かにここに来てよかったと思える感覚が静かに残っていました。岐阜の森で名前も知らない滝に出会った一日は、有名な場所に行かなくても、心に残る時間はちゃんと見つかるのだと教えてくれました。またいつか、名前を知らない場所を歩きながら、自分だけの景色に出会いに行きたいと思います。今日は屋久島でハイキングをすることにしましたが、朝から小さな雨が降っていて、空は明るいのに太陽は見えず、この島らしい天気だなと思いながら、雨具を着てゆっくり森の中へ入っていきました。屋久島では雨が特別なものではなく、むしろ自然の一部として当たり前に存在していて、出発前から今日は濡れるだろうなと分かっていたので、不思議と天気に対する不安はあまりありませんでした。森に足を踏み入れると、すぐに空気が変わり、湿った土の匂いや木の香りが混ざった深い匂いが広がって、雨が降っていることで、
この森がより強く生きているように感じられました。銅はしっかりありますが、地面は濡れていて、苔がついた石や木の根が滑りやすくなっているため、自然と歩くスピードは遅くなり、一歩一歩を確かめるように進むことになります。雨粒が葉に当たる音や、水が地面に落ちる音が重なり合って、森の中はとても静かなのに、完全な無音ではなく、常に優しい音に包まれているような感覚でした。屋久島の森はとても深く、木の高さや太さが圧倒的で、その中を歩いていると、自分が自然の中の小さな存在であることを強く意識させられます。しばらく歩くと、霧のような白い空気が木々の間に広がり、遠くの景色ははっきり見えませんが、その分、足元や目の前の景色に集中することができました。雨に濡れた葉は色が濃くなり、苔はいつも以上に生き生きとして見えて、晴れている日よりも、森の表情がはっきりと感じられるように思います。歩いている途中、沢を渡る場所に出ると、水の量が多く、流れの音がはっきり聞こえてきて、雨が森全体を動かしていることがよくわかりました。屋久島では、雨はただ降っているだけではなく、森を育て、川を作り、苔や木を支える大切な役割を持っているのだと、体で感じることができます。少し休憩をするために立ち止まると、雨音が一層はっきりと聞こえ、自分の呼吸や心臓の音まで意識に入ってきて、時間がゆっくりと流れているように感じました。普段の生活では、雨は外に出るのをためらう理由になることが多いですが、屋久島では雨があるからこそ、この森がここまで豊かになっているのだと思うと、その考え方の違いがとても印象に残りました。ハイキングの途中ですれ違う人たちも、特別に話をするわけではありませんが、軽く挨拶を交わすだけで、その短いやりとりが、この静かな空間によく合っているように感じられました。雨の中を歩き続けると、服や靴は少しずつ濡れてきますが、不快というよりも、自然の中に溶け込んでいくような感覚があり、だんだんと濡れていること自体を気にしなくなっていきます。森の奥へ進むにつれて、観光地らしい雰囲気は消え、ただ森と水と自分だけがそこにあるような時間が続き、その静けさが心の中まで広がっていきました。歩き終わりに近づく頃には、体には程よい疲れがありましたが、頭の中はとても静かで、日常の中で考えていた細かいことが、いつの間にか遠くへ行ってしまったように感じられました。屋久島で雨と森に包まれるハイキングは、天気が悪い日の体験ではなく、この島の本当の姿に近づく時間だったのだと思います。また忙しい日常に戻っても、あの雨音と深い緑を思い出しながら少し立ち止まって呼吸をしてみようと思います。